はいどうも、とある料理屋料理長のピエールです。おせち、今年も無事に完成しました。新年一発目、晴れの日に食べるこの大事なおせち。これ絶対に失敗できないじゃないですか。これのプレッシャーっていうのがものすごいんですよ。このプレッシャーを一年共にしながらやってきたわけであります。そしてね、無事形にすることができました。今年は事前に仕込んだもの、いくつかね、動画を撮ることができたので、簡単ではありますが、紹介できたらいいなと思っております。それではね、そちらの動画をどうぞ。皆さん、お元気ですか？私ピエールはね、絶賛風邪っ引きでございます。今日は12月の21日日曜日になっております。店はね、休みなんですが、我々とある料理屋はね、毎年おせちを作っているので、そろそろね、仕込みを始めていきたいなと思ってやってきた次第であります。風邪で倒れてるわけいかないのでね、ここはね、ちょっと踏ん張りどころかなと。体調はね、芳しくないんですけど、まあ事前準備だけやっていこうかと思っております。それでね、明日しっかり仕込みをしていきたいので、それはね、また撮影したいと思います。マスク邪魔だな。取っちゃうよ。はい。で、今日はね、まず2つの仕込みをやっていきたいと思います。まず1つ目がこちら。おせちの定番の黒豆です。うちが使ってるのはね、これ。もうね、黒豆といえばこれですよね。兵庫県の丹波地方発祥の黒豆。もうね、大粒でね、しっかりしてるんですよね。味もとっても美味しいし、これを使って美味しい黒豆を作っていきたいんですが、まずね、水に漬け込まないといけないんですよ。だいたい半日ぐらい漬け込んでいきたいと思うので、これね、よいしょー。この子たち、これを水に漬け込んで、そして明日ね、じっくりと煮ていきたいと思います。よし、じゃあやっていきましょう。まずね、黒豆軽く洗って、それで水につけていきたいと思います。黒豆作って10年ちょっとになるのかな。失敗繰り返してね、いろいろやった結果、まあこれがいいのかなってたどり着いたやり方なんでね、他のね、ネットに載ってるようなやり方とちょっと違うかもしれないんですけど、まあそこはご了承ください。調べたらね、黒豆1キロに対して約6倍の水を張って、それで12時間ぐらいつけるそうなんですけど、いつもね、僕測ってなくてね、マジ大体でやってたんで、改めてね、やってみようかなと思ってます。はい、じゃあ洗っていきますよ。もうね、さっとでいいです、こんなの。軽く汚れを切るから。こんなもんかな。よし。はい、でまた戻して。人によっては砂糖水みたいのを作って、それを一度沸かして、でそれの中に黒豆を入れて12時間ぐらい放置するっていうやり方もあるそうです。なんかね、そっちの方が一般的なのかな、もしかしたら。僕ね、もういつもただの水にしてるんですよね。なんでかっていうとね、その砂糖水使わなかった場合、砂糖めちゃくちゃ無駄じゃないですか。後でね、砂糖を入れても中までしっかりね、味入りますんで、無駄なくいきたいなって思って、ただの水だけにしてます。よし。で、6倍ね。今回はしっかり測ろうかなって。ほら。こんな入れるんだ。いつもこんな入れてないわ。まあいいや、入れますよ。これね、結局黒豆が2キロなんで、倍の12,000円ですね。12,000。はあ、こんな入れるんだね。まあパンパンだわ。まあ、今回はね、これでやってみますか。で、ここからがピエールポイントなんです。いきますよ。ピエールポイント。釘とかね、鉄製品を入れておくと、この黒豆がね、黒くなるっていうじゃないですか。いろいろ試行錯誤したんですけどね、結局、たどり着いたのがね、こちらです。じゃんでん。ダイソーで売ってるね、このスチールウール。僕はね、これにたどり着いた。スチールウールを入れておけば、色が安定して真っ黒くなるんじゃないかと思ってね、やってみた結果、大成功。もうここね、数年、ずーっとスチールウールでやっております。なのでね、この中に今回もスチールウールを入れていきたいと思います。こういう鉄の成分、マグネシウム、豆に反応してね、色が出るんじゃないかって。はい、これね、これです。スチールウール。掃除の時よく使いますよね。でこれね、ピンク色でね、洗剤がついてるのもダイソーに売ってるんですけど、それはね、体によろしくないので、それは入れないでください。このようにね、もうただのスチールウール。でね、このまま入れてもいいんですけど、こういうのはペーパーにくるんでね、入れておきます。こうやってね、黒豆の中にさ、このスチールが残ると嫌じゃん。なんでね、こうやって丸めておきます。こんな感じ。ほら、ちょっと輪ゴムかなんかしてさ、こんな感じでしておくと、あらやだびっくり、明日になったらこの黒豆ちゃん真っ黒になっちゃっております。この子のおかげでね。この中ね、入れておきます。まあ浮いてくるんだけどね、そういうことは気にしちゃいけませんよ。せい表。はい、これでね、まず1日目の下準備は完了です。明日になったらね、真っ黒になってるのでちょっとびっくりすると思うんですけども、はい、ひとまず今日はここまでにします。
はい、皆さんおはようございます。2日目の朝を迎えました。黒豆どうだろうね。いい感じいい感じ。いい色になってるわ。だね。よし、やっていきますか。じゃあ昔はねこのまま火にかけて3時間とか4時間とかねじっくり煮てたんですけれども、時間かかるんでね、ある時期からもうね圧力鍋にしました。だいたいね 4、50分、1時間やれば確実に柔らかくなるんで、でこのねスチールウールを入れた水このまま使いましょう。でね、普段はこれもう水のままやっちゃうんだけど、今日はねここに砂糖入れてやっていこうかなって思ってます。でだいたい目安なんだけど、黒豆1に対して砂糖を1入れるみたいなんで、いっぺんに入れるんじゃなくて少しずつ入れて味を含ませていくのがいいので、例えば黒豆 200g とかでね作る方は砂糖を200使うとして、その200もね50ずつ入れていくとか、少しずつね煮詰めながら入れるといいと思います。ここにスチールウールを入れます。あとねもうずっとで水かけてね冷ましちゃう。で柔らかさのチェック。ほら色もいい、見える？ほらいい色でしょ。で柔らかさは手で全然潰れるぐらいの柔らかさになりました。これで1時間。味もねほんのり甘い感じで、ここからね味付け調整していくんで、まず出来上がったやつはねちょっと鍋がないのでまずここに出しておきます。ちょっと待ってね。いいよー。